はい、今日はみょうがの甘酢漬けを作っていきます。薬味としておなじみのみょうがですが、6月梅雨時期から8月、そうですね、夏の終わりにかけて、かなり生産量が上がってきて、市場の方でもこれ量がありすぎて、困っちゃう商品の一つでもあります。なのでスーパーの方でもですね、大袋や大パックで格安のお値段で売られていることがあると思います。そんな時お買い得ですんで、ぜひ買ってもらって、このレシピ参考に甘酢漬けの方を作ってもらいたいと思います。今日はですね、大パック売ってましたんで、こちらみょうが 400g の分量でやっていきます。それでは早速作っていきます。はい、ではみょうがの方下ごしらえやっていきます。まずですね、軽く水洗いの方してください。みょうがって地面ギリギリに生えてますんで、砂ぼこりとか泥汚れ、ついてますんで、よく水洗いの方してやってください。そしてですね、大パックだとこの茎の部分結構雑にもう取ったまんま入ってくるんで、普段見かけるみょうがよりもこの茎の部分長いと思うんですね。ここがもう手でパキパキ、取れちゃうんですけど、これ、全部食べられるんで、取らずにですね、調理していきたいなと思います。茎の長いやつは長い部分生かして、この茎の先っぽの切り口のところですね、ここだけ、切ってやって、あとはですね、そのまま漬けていきたいと思います。ただ漬けていきたいんですが、この芯の部分まで、つゆがですね、入るようにですね、ちょっと切れ込みを入れてやります。で、切れ込みはこの刃先の部分、こっちから入れてやります。根元の部分に入れちゃうとどんどんばらけてきちゃいますんで、刃先の部分入れる分には根元がしっかりくっついていれば刃先の部分どんだけ刃入れてもばらけないので、刃先の方に入れていきます。ただ入れていくといっても、ここに1本だけ、1回だけですね、包丁の方入れてやればそれで十分かなと思います。真ん中のこの一番膨らんでるところら辺からですね、刃先に向かって、1回こう切れ込みを入れてやればこれで OK かなと思います。はい、なのでこの茎の葉っぱのついたままですね、この茎の下のところだけちょっと落としてやって、この実の方ですね、ここに包丁を1回だけさっと入れてやればこれで完成になります。この下ごしらえじゃんじゃんやっていきましょう。はい、では漬けだれ甘酢だれ作っていきますね。砂糖とお酢1対1で簡単に作っていきます。すでにですね、お砂糖がここに大さじ4杯入っています。で、1対1なのでお酢も大さじ4杯入れていきます。今回僕が用意した分量、みょうがの分量が 400g なので、大さじ4杯対、大さじ4杯になってます。みょうが 100g あたり、大さじ1杯ずつの分量で、やってもらって、ご自身が用意したみょうがの分量で掛け算してもらえれば簡単かなと思いますんで、みょうが 100g に対して、お酢と砂糖大さじ1杯ずつの分量で、タレの方は作っていきます。砂糖がですね溶けきらないんですが、溶けきらなくても大丈夫です。これ、漬けてる間にですね砂糖溶けていきますんで、無理して加熱したりするとお酢の風味とかね飛んじゃいますんで、レンジとか加熱しないでこのまま砂糖溶けてなくても大丈夫なんで、このまま漬けていきます。はい、漬けるのにですね、袋を使っていきます。ジップロックとかあればジップロックとかの方がいいかもしれないです。で、今回ですね、みょうがの茎がついてますんで、こいつ互い違いにですね、してやって袋の中にちょっときれいに並べるような感じで、入れてやってください。丁寧に入れてやれば皮がですね、茎の下の部分取れずに、浸かると思いますんで、ちょっと互い違いにきれいに並べてやってください。で、ここに溶かした砂糖溶かしたお酢漬けだれですね、入れていきます。漬けだれが回るようにですね、これを空気を抜いて真空状態にしてやって、冷蔵庫に漬け込めばそれで完成になります。半日ぐらいはですね、漬けてもらって、一晩漬ければ、もう十分かなと思います。で、お酢で漬けてますんで、4、5日は日持ちしますんで、徐々にですね、小鉢かなんかで出してやって、食卓の彩りとしてですね、この甘酢漬けの方を食べていってもらえばいいかなと思います。はい、じゃあ冷蔵庫で、寝かして完成になります。